2026年8月11日発売、セブンイレブン新商品です。本日は辛さマックスカルダモン香る銀座デリー監修のカシミールカレー、具材感あふれるタルタルソース、冷たいまま食べるチキン南蛮、野菜のうまみ、12種のスパイス香る素揚げ監修スープカレー、屋台系ジャンク焦がしニンニク香る濃厚豚骨焼きラーメン、ビールにもレイシュにも熱々オーブン焼き、キムチーズもんじゃ、以上5品のご紹介です。銀座デリー監修カシミールカレーです。公式ページでは銀座デリーの看板メニューカシミールカレーは鶏肉と野菜のうまみが詰まった激辛のチキンカレーですと紹介されています。主な具材は鶏肉とじゃがいもです。温めるまではかなりドロッとした状態のソースですが、レンチンで一気にお店で提供されるようなシャバシャバの状態になります。カレーソースはセパレート容器でご飯と分けられているので、食べる直前に合わせます。ソースを吸ってふやけた状態にならないので、ご飯が美味しくいただけます。カシミールカレー特有のカルダモンの香り、皮付きじゃがいものホクホク感、少しパラパラ感のあるオーストラリア産のうるち米がシャバシャバしたカレーソースによく合います。スパイスカレー特有の少し乾いたような辛みが口いっぱいに広がります。喉を落ちていくとき、その刺激が鼻孔に逆流して軽くむせそうになります。やっぱりカレーは辛い方が美味しいですね。具材のチキンはもも肉で心地よい歯ごたえとうまみあふれる肉汁、舌で感じる唐辛子の熱い辛みとカルダモンとクミンを中心とした鼻に抜ける爽やかな香り、スパイスカレーを食べている幸せを感じる瞬間ですね。先週のエリックスハウス監修のカレーでも感じましたが、1000円以下のコンビニ弁当でここまで満足度の高いカレーをいただけるのは今更ながらセブンイレブン恐るべしです。おすすめです。冷たいまま食べるチキン南蛮です。公式ページでは冷たくても美味しい唐揚げに甘酸っぱいタレを絡ませ、タルタルソースと合わせて食べる仕立てですと紹介されています。少し厚めに衣をつけた鶏肉を低温の揚げ油で通常より長めの時間で揚げていきます。揚げ時間を長めに取ることで鶏肉の水分や臭みを飛ばします。揚げ上がりの熱々の状態で甘酢に漬け込んでしっかり味を染み込ませてから冷やします。卵や玉ねぎの具材感たっぷりのタルタルソースを添えて提供します。少し硬くなった厚めの衣の歯ごたえには独特の弾力感があります。さらに鶏肉自体も水分が抜けて半ば燻製肉のような繊維感のある強い歯ごたえが感じられます。咀嚼のたびに甘酸っぱいタレと濃縮された肉汁が口の中にあふれてきます。たっぷりのタルタルソースを絡めていただくと、みずみずしいゆで卵や玉ねぎ、マヨネーズの酸味やうまみが混ざり合って重層的な味わいになります。ご飯のおかずというよりはお酒のつまみに最適な一品です。特にこれからの暑い季節、食事前にビールと一緒にいただくには最高ですね。おすすめです。素揚げ監修スープカレーです。公式ページでは札幌の名店素揚げ監修、人参、じゃがいも、レンコンを素揚げすることで専門店の味を再現し、炒め玉ねぎとトマトのうまみを生かした12種のスパイス香るこだわりスープですと紹介されています。またプレスリリースでは玉ねぎとトマトをじっくり炒めたものをベースにした奥深い味わいのスープや、素揚げすることでうまみを引き立たせた具材などこだわりの詰まったスープです。1970年代に札幌市内の店舗がスープ状のカレーを提供したことをきっかけに、その後北海道内で広まったとされるスープカレー。スープカレー専門店として北海道のみならず全国に多くのファンを持つ素揚げの味わいを再現しましたと告知しています。実店舗での提供料理の特徴でもある素揚げですが、具材の野菜を素揚げをすることで
素材一つ一つの旨味を引き出しています。スープについては玉ねぎとトマトをじっくりと炒めて甘みとコクを引き出し、12種類のスパイスを加えることで香りを効かせたスープに仕上がっています。鶏肉は数時間スープに漬け込むことで柔らかくしてから直火焼きすることで香ばしく仕上げています。カルダモンやクミンが香るスパイス系のスープカレーですが、そこはかとなく洋風の風情が漂う仕上がりです。おすすめです。焦がしにんにく香る濃厚豚骨焼きラーメンです。公式ページでは濃厚な豚骨だれに焦がしにんにく油を効かせた焼きラーメンですと紹介されています。主な具材はもやし、キャベツ、チャーシュー、きくらげ、長ネギです。豚骨とマー油の濃厚な香りと豚の脂が焦げた香ばしい香りが混ざり合って立ち上ってきます。ビールのつまみとしても締めの一杯としてもいただけそうな食欲をそそる一品です。麺は極細のストレート麺で、コシというよりゴムのような弾力で歯ごたえが心地よく、強い塩味と唇がテカテカになる油感、ウェイパーのような直球の花鳥系の風味満点のジャンクな仕上がりです。この極細麺は九州の屋台系の焼きラーメンの流れのようですが、単に焼きそばのように炒めるのではなく、茹で上げた極細麺に濃厚な豚骨スープとウスターソース、土手焼きのタレなどを加え、鉄板の上でスープを麺に吸わせながら炒めて仕上げているそうです。本品も濃厚豚骨だれを麺にしっかり染み込ませ、香ばしい焦がしにんにく油を合わせることで屋台特有のジャンキーで香ばしい風味を再現しています。強い塩味の豚骨だれはマー油が口内全体に張り付くように濃厚ですが、シャキシャキのキャベツやきくらげなどの具材感と極細麺の弾力のある食感が絶えず味覚をリフレッシュしてくれるので、飽きることなく食べ進めることができます。熱量 643kcal、糖質 88.0g で背徳感もマックスです。おすすめです。熱々オーブン焼きキムチーズもんじゃです。公式ページではもんじゃ焼きの具材で人気が高いキムチとチーズを組み合わせましたと紹介されています。主な具材はキャベツ、豚肉、チーズ、キムチです。小腹が空いた時にちょうどいい小鉢サイズでの提供です。もんじゃ焼きの具材を容器ごとオーブンに入れることで香ばしく仕上げた一品です。ちなみに熱量は 141kcal でサイズの問題はありますが、夜中のおつまみにも最適です。味は魚介系の出汁の効いたキムチとチーズのもんじゃ焼きです。とろっとした生地の中にキャベツや白菜キムチの食感がシャキシャキしていて、いかにもビールが進みそうです。動画内ではディナースプーンでいただいていますが、本商品はティースプーンでちまちまつつきながらお酒をいただくのが正しいお作法のような気がします。画面では伝わりにくいのですが、上火仕様のオーブンで直接焼かれているので全体的にほんのり香ばしさがあります。もちろんコテで鉄板に押し付けたような焦げ感はありませんが、つまみとしての適性を否定するものではありません。もんじゃ特有のぼんやりした生地の塩味とチーズのしっかりした塩味と酸味、キムチのピリ辛感は絶妙です。ビールはもちろんのこと、もんじゃならではの出汁感で冷酒にも合いそうです。妄想は広がるばかりですが、ぜひ小さめのティースプーンでお楽しみください。おすすめです。さて、本日のおすすめの一品は焦がしにんにく香る濃厚豚骨焼きラーメンです。焦がしにんにくの濃厚な香り、極細麺のゴムのような弾力、舌がしびれるような花鳥系のうまみ、その圧倒的なジャンクな仕上がりに魅了されてしまいました。豚骨ベースのタレはかなり振り切った味付けですが、トッピングのキャベツやきくらげでバランスを取りつつ、チャーシューは香ばしい焦げ感がある
秀逸な仕上がりだったりします。つまみとしていただいても締めのラーメンとしていただいても満足できる一品です。強くおすすめします。